いかがお過ごしですか？ジェントルマンフィロソファーの花田ステパノサトルです。ゼッテルカステンをやる中においてメモを取るっていうことはたくさんあります。メモを取るということの中においては特に本を読んだり、本を読んでメモを書いたり、ビブノートを書いたりっていうことをやっていると。で、それでもって自分の考えをカードに書き出すっていうこともたくさんやっていると。で、本を読んでメモを取るっていうことにおいてメモを作って集めるだけっていうことだったらさ、スクラップブックでもいいじゃないかっていう意見があるかもしれませんけれど、スクラップブック作られるのはただのゴミの山だと私は思っています。単純にゴミ。例えば新聞や雑誌から切り抜きを、作ってそれを貼ったりとか、文章を Kindle とかで読んでそれをコピー&ペーストをしたり、もしくは YouTube とかポッドキャストとかでいろいろ話を聞いてそれを文字起こししてそれをそのまま貼るっていうことを、もう本当にそのまんま貼るっていうことをやる。スクラップブックっていうのをやっている人だったりやったことがある人っていうのもこれを聞いてる人の中にもいるでしょうと。私もかつてスクラップブックっていうのをやったことがあります。しかしそこから何が生まれたかっていうと何も生まれませんでした。それでもって実際生み出せないでしょう。なぜならスクラップブックっていうものにはアーキテクチャがないからです。ただの写影、カオスの写影なのです。やるべきことはカオスを自分のものにし、カオスを自分のものにし、自分のアウトプットを出す。これが重要なんですよ。そのためにはアーキテクチャが必要なんです。自分のアウトプットを出すために必要なのはアーキテクチャっていう時に、でそして今回特に話したいところ、そのアーキテクチャ、ゼッテルカステンというアーキテクチャの中において特に重要だと思っているところっていうところはアダプターっていうところなんですよ。どうしてかっていうと、そもそも集めるところにおいてもいろいろと新たな情報が出てくると。で、アーキテクチャっていうのはただの、ストラクチャーだったり何かの対象に内在する構造とかではなく、状況と構造を結びつける関係性のデザインなんですよ。それでもって構えを提供してくれる。そういったのがストラクチャーではなくアーキテクチャ。で、それがスクラップブックにはなくてゼッテルカステンにあるものになります。で、このようなストラクチャーの、を作る、提供する、関係性をデザインするっていうところにおいて必要なのは、スクラップブックのようにただ単純に渡すっていうだけではなくて、それを間に挟むアダプターっていうのが必要になります。で、それについてゼッテルカステンではビブノーツ、ビブカーズおよびその中に書かれているビブノーツっていうのが役割を果たしてくれますよっていう。で、なぜアダプターが必要なのかっていうところにおいて、システムアーキテクチャ、システム設計においての考えと類比させて考えると分かりやすいかもなって思ってちょっと話そうかなと思います。システム間においてマスターデータっていうのをそのままやり取りしたり、そのまま共有したりするってなるとどうなるかっていうと、密結合になっちゃうんですよ。倉庫管理システムを例にとるんだったら、販売管理、在庫管理、生産管理って、主に3つくらい、担当する、やるものがあって、それでもってそれぞれでいろいろと必要なデータがあると。で、販売管理のデータを在庫管理のデータと共有したいと。何らかのマスターデータを共有したいと。同じ品目があるからそれで全部共有しちゃいましょうというところがあると思います。で、それをそのまま渡しちゃうとどうなるかっていうと、密結合しちゃいます。そうなるとお互いのデータによって束縛されて身動きが取れなくなったりしまう。こういったところっていうのは密結合になるからシステム開発においては避けなければならないこと。具体的にもうちょっと話せば、品目っていうのはその販売管理、在庫管理、生産管理、いずれにおいても役立つ。で、ただしその品目っていうのはロールが異なると。販売管理においてはセラボと、売るもの、売れるものっていうところになるので、そのためのエンティティとしては商品だけではなく商品プラスサービスとなると。一方の在庫管理においてはどうかっていうと、それは、セラボーではなくロールはストッカボーになると。
この時に、エンティティとして、出てくるのは商品だけ。在庫できるものっていうのは、結局サービスではなく商品なので、エンティティとしては商品だけになります。なので、システム間で同じ品目でも、ロールが異なる。そのためにマスターデータをやり取りするっていう時は、そのマスターデータに対してマスター変換処理を何らか挟まなければならないと。ここにおいて意味的な結合が除去される。例えばサービス、セラボーからストッカボーの、要は販売管理から在庫管理にマスターデータを共有しようってなったら、当然、サービスに関するデータを消したり、在庫管理のために必要な、例えば位置情報だったりとか、サイズだったりとか、そういったところとかを加工されたり追加されたりっていうことをやると。これによってお互いに依存せず、必要なデータは必要なように扱える。で、身動きが取りやすくなる。お互いのことを気にせず身動きが取りやすくなるし、販売管理、元々の販売管理は販売管理の責務に従事できて、在庫管理は在庫管理に従事できて、それで全体を通して円滑にことを進められると。これっていうのは本においても読書においてもその読書メモをすることにおいても同じだと思ってます。ポストキャストとかさまざまな、YouTube とかさまざまな情報媒体においてもそう、本だけではないと。我々はその情報をまず受け取って、でそれを自分のゼッテルカステンのメインカードにするためにおいて、もしくはインデックスカードをするためにおいては一旦変換処理を挟まなければならないと。なぜ変換処理を挟まなければならないのかというと、それはゴミの山を作ることを避けるためです。ただ単純に元のデータをそのまま引っ張ってくるだけだったら、ただのゴミの山、無秩序のままです。意味的結合が除去されていません。本来あるべきなのは、ただ単純なカオスの遮影とかではなくて、オーダードなカオス、秩序づけられた無秩序なんですよ。そこにおいては、自分が本を出す、論文を書く、これらをするために自分のものとしての有意味性がなければならないと。あくまでもゼッテルカステン、だったり知識の、ナレッジディベロップメントっていうところにおいて重要なのはアウトプットを出すことなのですから、本来の目的はアウトプット、アウトカム、インパクトを出すです。で、そこにおいて重要なマインドっていうのが本を出すという考え、本を書いているんだという感覚なんですね。で、この、有意味性を作るところにおいて重要なのがアダプター。可能にするのがアダプターなんですよ。ゼッテルカステンにおいてその役割、そのアダプターの役割を果たしている、ところっていうのが、ビブノーツ、ビブカーズになると。ビブノーツというのは例えばここに哲学のテキストの読んだやつの中でありますけれど、例えば私は知覚の束に過ぎないとかですね。こういった本を読んでirresistible なアイデア、抗えないアイデアを見つけてから頭から離れない時に書くものっていうのが、ビームノーツに書くもの。irresistible なアイデア、もう頭から離れられない。で、そのゼッテルカステにおいて、ビブノーツに書くような、重要な基準、書かなければならないという基準ってなると、これはそのirresistibility、抗えなさです。その抗えなさは何に由来するのかっていうと、自分が本を書いているんだという感覚。本や論文やニュースレターを作る、書いているっていう感覚。その本やニュースレターを出すために必要なものは何かっていうところにこういったビブノーツが出てくると。これが抗いなさです。自分が本を書く、もしくは自分が本を書いているんだっていう考え、本を出すんだっていう考えを身につけるのは難しいと思います。でも徐々に身についてくると思っています。どっかに書いてたっけな。いいや。実際私も一番最初にビブノーツ、ゼッテルカステンを始めた時にビブノーツっていろいろ書いてたんですけれど、たくさん書いてましたね。一冊の本に対してとても多く書いてました。けれどそれはもう徐々に減っていっています。どうして減っていったのかっていうと、本を読んでビブノーツを書いて、自分のゼッテルカステンのメインカードを書いていくっていう、こういったことを繰り返していくと。
そしてアウトプットをしていく。これを繰り返す中で、領域として多く集まるものがあったりとか、もしくは、自分のカードを眺めていって重複するものだったり、似ているけど違うもの、ここに書いてあるも結構似ているものも、ここに並べてるも似てるものがあったり、もしくは全く意見が異なるとか、反するものとか。そしてさらに自分が領域は異なれど、興味が持っているテーマっていうものが明らかになってくる。さらにアウトプットを出すっていうことを通すことによって、なんて言ったらいいんですかね。なんて言ったらいいんですか、自分がアウトプットを出していくっていう中において、何を書きたいのかっていうことだけではなくて、誰に何を届けたいのか、誰をターゲットにしているのか、その人にどうなってほしいからどういうことを伝えたいのかっていうことも分かるようになってくると。そういったのが明らかになってくると、これがまさに自分が本を書いているんだっていう感覚であって、書くために情報を集めているんだっていう感覚になってくる。そうなってくると、この入れいあのビブノーツに書く、たくさん書いてたものが徐々に減っていく、そういったところにおいて、レジスティビリティ、抗えなさの基準っていうのが徐々に、明確に、クリアになっていくから、例えばマシュー・スチュワートさんのやつとかだったら、結構何百ページ、500ページ近くあったけれど、結構少ない数の、ビブノーツになったと。決してこの本が、すごくつまらないとか、言ってることが全然少ないというわけではなくて、抗いなさの基準というのが明確になったことによって少なくなっていったと。このようにビブノーツっていうのはアダプターとして、使われると、機能すると。さっきのように在庫管理だったらサービス販売管理から在庫管理っていうところにマスターデータを共有するときはサービスっていう情報が除去されて、そして在庫管理のために必要な、重要なデータを追加したりというようなアダプターがありましたけれど、ゼッテルカステのビブカーズにおいては、同じようなそういった機能、アダプターとしての機能が果たされている。なのでアダプターであるのはビブカーズ、ビブノーツ、それだけではなくて、それを作り出す人間、またそれを後で見直す人間、そして見直してそのメインカーズに書いたりとかインデックスカーズに書き上げたりとかいうことをするので、そういったことが使われると。なのでアダプターっていうのはビブカーズだけじゃなくて、それを読む私の側っていうのでもあると。なのでゼッテルカステンを発展させながらアダプターを作っていくっていうことなんですね。最初は何を世に出したらよいかわからないということが、実際そうでした。もうとにかくいろいろ集めちゃおうと。しかし本を読んでいってメインカーズを書いていって、そしてゼッテルカステンを発展させていきっていうことを繰り返していく、そういったことをやっていけば、自分の書きたい本、論文、ニュースレターっていう何を誰に伝えたいのか、どういうことを伝えたいのかっていうのが分かってくると。その時アダプターとしての意識が作られていくと。自分の本を出すことによって、自分のアウトプットを出すことによって重要なもので、何が重要なものであるかっていうのが見抜けるようになる。抗えないアイディアが何かっていうことが見抜けるようになる。冒頭に触れた通り話をするけれど、ゼッテルカステンっていうのはただのストラクチャーではないと。ただのワークフローではない。もちろんストラクチャーやワークフローっていうのを持っている。けれど、それだけではない。ストラクチャーやワークフローではない。ましてやスクラップブックではないと。ゼッテルカステンにはアーキテクチャがあります。状況と構造を結びつける関係性のデザインがあります。本を出す、アウトプット、アウトカム、インパクトを出すという目的のために本を読んだり YouTube を見たりポッドキャストを聞いたりするけれど、そこにおいては本を書いていると感覚があると。本を書いている感覚によって得られた情報やデータに対してアダプターとして機能して、意味的結合の除去をしてビブノーツが作られ、そして己のシステムにおける意味を付与してメインカーズが作られる。こうすることによってゼッテルカステンというシステムが、力を発揮すると。ここにあるのはアーキテクチャです。ただ単純に一つのプロジェ
クトや短いブログや SNS の投稿のためのものではないです。本や論文やニュースレターを書くためなんです。本や論文を書くためには自分の意見に合うものだけを集めるのでは足りません。当然です。異論を扱わなければなりません。異論に対して寛容なシステムでなければならないんですね。自分の意見に合うだけ集めていてもしょうがないと。そうで、なんて異論もしくは新しい発見っていうのは今いる状況への変化でもあるんですね。普通の人やアーキテクチャが不在な状況下でいろいろやってるような人だったら、こういろんだったら確証バイアスとかそういったものが機能してとにかく無視しようと、もしくはこれは嘘だとか、もしくは、全く無視するつもりはなく無視するっていう意識の上にも表層にも上ってこない。そうではなく、異論や新しい意見、新発見っていうのを受け入れなければならないと。そうしなければ自分の、知識や理解っていうのは深められないし、思考も深まらないし、それによって結果として、本や論文やニュースレターっていうのは中途半端な出来になっちゃうと。そういったこと、要は異論に対して寛容な、柔軟に対応できるようなシステムでなければならない。つまり、アーキテクチャでなければならないと。新たなことが起きた時に変われるように、状況を変えられるような構えを提供してくれるアーキテクチャでなければならないと。これをツェッテルカステンが担っているんです。その関係性のデザインをうまく利用するためには適切なアダプターを挟まなければならないと。それが BibNotes。なので BibNotes を作っていかなければならないし、ただのスクラップブックになってはダメなのです。その結果がこのビデオだったり、私のほぼ毎週送っているニュースレターっていうところになっています。今回の話はその中でニュースレターとしては特に送っていないんですけれど、話したい、特にこのアダプターっていうシステムアーキテクチャというところの話としてもぜひ話したいなと思ったので、今回はお話しさせていただきました。今回の話があなたの参考になったなら幸いです。それでは、青を心に。ピース。